私の名前はアンドレア・ニューマン。婚約パーティーの夜、10姉妹のリリアナ・グラントは酔ったふりをして美薬を飲み、涙ながらに私の婚約者チャンドラー・レイキンを一晩だけ貸してくれるよう哀願した。私は代わりに昔から彼女にイットな思いを寄せているアーチャー・マーティンを呼んだ。リリアナは目を覚ますと、そばにいるのがチャンドラーではなかったことに羞恥と怒りから自ら命を絶った。チャンドラーは私を責めず、以前と変わらぬ態度で接してくれた。私はリリアナに対し罪悪感を抱き、彼女の死後、その家族を献身的に世話した。しかし、結婚式の日、チャンドラーは私に毒を盛り、物乞いたちに侵されるままに捨て置かれた。リリアナもクリスマスに同じ苦しみを味わった。お前の汚れた身体で彼女に償えと。花嫁書や、私は胎児もろとも虐待され死んだ。再び目を覚ますと、あの夜リリアナが涙ながらにチャンドラーを譲ってくれと懇願したまさに、その瞬間に戻っていた。婚約パーティーで、リリアナは酔ったふりをして美薬を飲み、涙ながらに私に哀願した。アンドレア、お願い、チャンドラーに私を助けさせて。いい？彼女は私のイブニングドレスをつかみながら泣き叫んだ。アンドレア、チャンドラーを一晩だけ貸して。私を助けてちょうだい、お願い。私は足元で泣き崩れるリリアナを見下ろし、そっとため息をついた。リリアナ、チャンドラーと私はもう婚約しているのよ。あなたがそんなことをしたら、これからどうやって結婚するつもりなの？チャンドラーも眉を潜めて彼女を叱責した。私は君のいとこの夫だ。君の行為は実に意味踊りじしい。そう言うと、彼はリリアナを蹴り飛ばし、私の手を取って去ろうとした。地面で苦悶するリリアナを見て、私は結局心が揺らいだ。私は昔から彼女を思っているアーチャーを呼んだ。リリアナとアーチャーは元踊り時婚約済みで、アーチャーは貧困法制な人物だから、この件を外部に漏らすことはない。状況を考えれば、彼に手助けを求めるのが最も適切な選択だった。しかし、リリアナは目を覚まし、そばにアーチャーがいることを知ると、その場で泣き崩れた。彼女は私を指さし、私の人生を台無しにしたと罵り、覚悟を決めて自殺した。この事件は私の心から決して消えることのない影となった。私はずっと自分が彼女を死に追いやったのだと信じていた。彼女の死後、私は献身的に彼女の家族の世話をした。チャンドラーは私の努力を気遣い、よく一緒に彼女の家族を訪ねてくれた。だが、花嫁書や彼はなんと数人の物乞いを連れてきて、私を犯し、死に至らしめたのだ。私は必死に彼に許しを請うたが、彼は嫌悪の眼差しで私を見た。お前さえいなければ、とっくにリリアナと結ばれていたはずだ。すべてお前のせいだ。リリアナはクリスマスに同じ苦しみを味わった。彼女は死んだ。お前の命で彼女に償え。つまり、私と婚約する前から、彼はリリアナと不倫関係にあったのだ。リリアナが彼に送った日記から私はすべてを知った。彼女は彼の初恋の人だった。しかし彼は知らなかった。その日記には私に関することが細かく記録されていたことを。リリアナは幼い頃から私の生い立ちを病み、ほとんど病的に私を真似ていた。服装のスタイルから話し方、仕草に至るまで、彼女は私の日記の内容さえも一言一句そのまま写していた。彼女は私のすべてを真似すれば、私の立場を奪えると思い込んでいた。前世では、私は彼女がいとこだからと何度も譲歩し、結局命を落とした。根性では、私は彼らの望みを叶えてやることにした。私にはもっと重要なことがあったから。懐かしい展開が再び訪れたとき、私はドレスを着替えると偽って早めにその場を離れ、
舞台を完全にリリアナに譲った。案の定、前世と同じように、彼女は酔ったふりをして誤って媚薬を飲んだ。そしてアーチャーを押しのけ、チャンドラーと私を必死に探し回った。私が見つからないと、彼女は地面にひざまずいてチャンドラーに哀願した。私を助けてください、お願いです。助けてくれなければ私は死にます。彼女は生死を使ってチャンドラーを追い詰めた。チャンドラーの顔に一瞬嫌悪の表情が走った。しかし、使用人が私に小声で報告に来た。レイキン様は用事があるとおっしゃって、早めにお帰りになりました。鏡に映る自分を見つめ、前世の無残な死の光景が脳裏をよぎり、私は震え上がった。ありがたいことに、私は生まれ変わっていた。根性では、私の手で二人を地獄に送り届けてやる。私は指示した。マーティン様をお呼びしなさい。リリアナのことがとても心配だから、彼女を探すのを手伝ってほしいと伝えて。使用人が去った後、私はあちこちでチャンドラーを必死に探すふりを始めた。行く先々で、私は心配そうに尋ねた。私の婚約者といとこを見ませんでしたか？すぐに婚約パーティーの客全員がチャンドラーとリリアナが2人揃って消えたことを知った。アーチャーも聞いて非常に焦った。リリアナは両家の令嬢だ。この件が外部に漏れたら彼女の評判は大きく傷つく。彼はすぐに部下に命じた。できるだけ早くリリアナを見つけ出せ。みんながチリチリに探し回り、屋敷中を文字通りひっくり返した。残るはチャンドラーと私の新婚部屋だけだった。みんなは戸口で躊躇し、板挟み状態となった。ちょうどその時、私は焦って走り寄った。リリアナとチャンドラーは見つかりましたか？誰も口を開かなかった。使用人が言った。他の部屋は全部探しました。ここだけが残っています。言い終わらないうちに、私は力強くドアを押し開けた。チャンドラー、リリアナ、中にいるの？次の瞬間、室内から女性の金切り声と男性の怒号が聞こえた。私は戸口に呆然と立ち尽くし、背後にいた全員がその光景をこの目で目撃した。チャンドラーはなんと、私たちの婚約パーティーで私のいとこリリアナと寝ていたのだ。私は青ざめた顔でチャンドラーを見つめた。あなた。言い終わらないうちに眼前が真っ暗になり気を失った。アーチャーは素早く私を支え、チャンドラーを睨みつけた。ご家族はこの件について我々に説明する義務があります。さもなければ。彼は続けなかったが、みんなにその意味は通じた。マーティン家は当時絶頂期にあった。アーチャーは次男とはいえ、誰もが軽んじていい相手ではなかった。アーチャーは私をその場から離脱させる手助けをした。私が再び目を覚ましたとき、すでに夕方になっていた。私の両親ジェシー・ニューマンとフィービー・ニューマン、リリアナの母イザベル・グラント、それにレイキン家とマーティン家の人々が全員居合わせた。私が目を覚ましたのを見て、チャンドラーの母シエナ・レイキンはすぐに近寄り、私を起こそうとした。アンドレア、やっと目が覚めたのね。しかし、私はシエナを避け、フィービーの胸に飛び込んで大声で泣き出した。これを見た者はみんな、私が不当な扱いを受けたかわいそうな人だと思うだろう。シエナは気まずそうに手を引き、優しく言った。アンドレア、済んだことは仕方ない。あなたの妹もチャンドラーと結婚させるってのはどう？安心して、あなたが依然としてチャンドラーの正妻よ。そう言うと、彼女は振り返って後ろのチャンドラーとリリアナを見た。私たちはリリアナをチャンドラーの側室にしたいと考えている。これで我々すべての家族の面目も保てるし、あなたたちいとこもお互いに助け合える。どう思う？これを聞いたジェシーは不満げに鼻を鳴らした。ご家族も随分とずうずうしいね。
それでもまだ私の娘にチャンドラーとの結婚を望むだと？夢でも見てろ。マーティン家の面々も不愉快そうな表情を浮かべた。アーチャーの婚約者がチャンドラーの側室として差し出されようとしている。この話が外部に漏れれば、マーティン家の面目は丸つぶれだ。リリアナも当然承服しなかった。正妻から側室に格下げされようとしているのを見て、どうして同意できようか？彼女はこれまで必死にチャンドラーの元に這い上がってきた。側室になるためではない。リリアナはチャンドラーの胸にすがりつき、息も絶え絶えに泣いた。アンドレア、あなたがチャンドラーを許してくれるなら、私は側室になることを受け入れる。ただお願い、私のせいでチャンドラーを怒らせないで。その時、イザベルも近くで泣いていた。アンドレア、あなたがリリアナを見逃してくれなければ、彼女は本当に行き場を失う。黙れ。よくもまあそんな娘を育てたな。あのような恥知らずな真似をしておきながら、まだここで泣く面があるのか？ジェシーは怒って言った。彼は昔から特にイザベルに甘かった。彼女が何をしようと、未亡人で子連れという事情を考慮して多めに見てきた。だが今回は、イザベルがリリアナにそんなことをするようさしたのだ。ジェシーは顔に泥を塗られた思いだった。愛する者が悲しみに暮れるのを見て、チャンドラーは胸が張り裂けそうになった。彼は眉を潜めて私を見た。私はもうあなたと結婚すると約束した。まだ何が足りない？あなたはリリアナを死に追いやらなければ気が済まないのか？彼が言い終わると同時に、父親が彼の方を強く殴打した。黙れ。ここでお前が発言するな。ジェシーは冷ややかにこの節を見つめ言った。私の前でそんな心温まる親子の芝居をしなくていい。アンドレアがお前の家に嫁ぐことなど絶対にない。その一撃はチャンドラーを完全に逆上させた。彼は父親を睨みつけた。根性では私はリリアナ以外とは結婚しない。父さん、それほどアンドレアがお好きならご自分がめとったらどうだ。これまで冷静に傍観していたアーチャーの父アレックス・マーティンは嘲笑を禁じ得なかった。これがレイキン家のしつけか？そう言うと彼はジェシーを見た。この件では我々両家ともに被害者だ。我々二家で婚姻同盟を結ぶのはどうだろう？どう思う？ジェシーは信じられないという様子でアレックスを見つめた。私の娘を人がより好みする商品だと思っているのか？アレックスは笑って説明した。それは言い過ぎだ。今日の事件が外部に知れれば、我が家も面目を失うが、アンドレアこそ真の被害者だ。これから彼女はどうやって結婚できるというのか？ジェシーが拒絶しようとしたとき、私が冷静に語るのを聞いた。あなたの家と婚姻同盟を結んで、私にどんな利益があるのですか？私が口を開いたのを見て、アレックスの顔はすぐに喜びに輝いた。彼は以前からリリアナに不満を抱いていた。彼女は心が狭く、目には常に計算めいた光が宿っていると感じていた。アーチャーがリリアナに思いを寄せていなければ、彼はそんな女が家に入るのを絶対に許さなかっただろう。私が折れたのを見て、彼は当然喜びにあふれた。彼は言った。アンドレア、他のことは保証できないが、いくつかの点は絶対に約束できる。第一に、財産分与だ。二人が結婚次第、私はすぐに公証人役場に行き、すべての店舗と権利書の手続きを済ませる。私の二人の息子がそれぞれ40ずつ、残りの20は我々夫婦の老後のために取っておく。第二にアレックスは語気を引き伸ばし、チャンドラーを軽蔑するように見てから、ゆっくりと話し続けた。マーティン家は礼節を何よりも重んじる。アーチャーが婚約パーティーで婚約者のいとこと不義をするようなスキャンダルを起こすことは絶対
にない。最後の点は、結婚後、あなたたち二人に属するすべての資産は、必ずあなたの名義で登記されることだ。この言葉を聞いて、居合わせた全員が驚きの息を飲んだ。これは実質的に全財産をアンドレアに譲り渡すようなものだった。マーティン家はアーチャーの結婚のために本当に全力を尽くしている。ただチャンドラーの家族とリリアナ、そしてイザベルだけが表情を曇らせた。アレックスの言葉は実質的に彼らの鼻を刺して厚顔無知と罵るようなものだった。私は静かに聞き、うなずいた。他の者には彼の言葉の真偽がわからなくても、私はよく知っていた。前世では、リリアナの死後、アーチャーは家族の安排に従い、別の女性と結婚した。アーチャーは彼女を愛してはいなかったが、それでも最大限の気配りと心遣いで接した。家のすべての資産と権利書は彼女の名義にされ、彼自身は何も所有しなかった。そんな人物と共になれるなら、たとえ愛されなくても、少なくとも害されることはない。さらに、生まれ変わりという情報の優位性があれば、男性に依存して生きる必要はないかもしれない。ただ、この時代の社会風潮は結局のところ女性に厳しい。私が結婚しなければ、ジェシーとフィービーは世間の噂や恥の重荷を背負わされることになる。自分がどうなろうと構わないが、彼らを論争に巻き込むわけにはいかない。私は言った。よろしい。それでは考えておきます。これを聞いて、アーチャーの両親はどちらも一瞬驚いたが、すぐに満足そうな笑みを浮かべた。しかし、傍観していたリリアナは、もはや座っていることができなかった。彼女は怒りでアレックスを見つめた。なぜ？以前おっしゃっていたことと違う。確かに資産の30だけとおっしゃいましたよね。それに、資産をすべて私の名義に移すなんて一言もおっしゃいませんでした。アレックスは彼女に眉を潜めた。あなたがアーチャーと婚約して以来、衣食住や経費で何か不足を感じたことがあったか？私がそんな決定をしたのは、あなたが家財を浪費するのを恐れたからだ。それに、あなたの家柄や容姿がアンドレアと比べてどうだというのか？私は単純にアンドレアの方が好きで、喜んで家財を差し出すのだ。何が問題だ？リリアナは彼の反論に言葉を失い、泣きながらアーチャーを見た。あなたはただ彼らが私をこんな風にいじめるのを見ているだけなの？アレックスは彼女を冷たく見た。グラントさん、発言にはお気をつけください。私はもうあなたの婚約者ではありません。リリアナは言葉に詰まり、チャンドラーの胸に飛び込んで泣きじゃくった。私たち二家がわずかなやりとりで婚姻問題を解決するのを見て、チャンドラーの表情はますます不機嫌になっていった。彼はリリアナを胸から押しのけ、怒りで私はちまちに駆け寄った。アンドレア、お前は俺の婚約者だというのに、俺の目の前で平然と他の男との結婚話をする。俺の気持ちを少しも考えたことがあるのか？